ございます。はい、お願いします。細見弘樹です。店主という感じですね。僕は今年37で、19の頃からやってるので、ずっと飲食ですね。もう結構いろんなお店転々としてて、魚料理とか海鮮系ですねのお店から始まって、懐石料理のお店もやって、まあ、それ若い子20代ですね。でその後は居酒屋とか、あとチェーン店とかいろんな店舗行ったりとか。最初は本当作るの好きというか、19の一番最初に行ったお店の時とかも未経験で入ってるので、本当にそれまでは実家でなんかチャーハン作ったりとか、そんなとこからスタートして、僕結構飽き性なんですよ。なんですけど、なんかずっと続けれてるっていうのがあって、それでやってる感じですね。椅子もちょっと前までなかったんですよ。なんか結構並ぶようになって、ずっと立ったままって結構しんどいじゃないですか。それで椅子購入して、で座れるようにした。人見知りなので、こんな感じです。ベースのダッシュですね。でダッシュトリーをしてます。カツオと昆布の合わせだしをベースで、お吸い物はそれにプラスしいたけであったりとか、煮干しだったりとか、結構いろいろ入ってます。この店来るまで右手でしか卵割れなかったんですけど、もう右手片手だけじゃもうスピード追いつかないので、両手やってるうちに両手で割れるようになりました。今日めちゃめちゃ調子いいですよ。ないかもしれない。ハンドミキサー。昨日のお昼から炊いてるやつですねをちょっと一晩漬け込んで、でここからまた冷やして味入れて、そこでもう半日漬け込みます。結構持って24時間みたいな感じに思われるかもしれないですけど、リアルに24時間なんですよ。
これがしいたけと昆布。あと下の方に煮干しが。こっちが水門のベースになってきますね。僕らもね、やっぱ味のあれもあれですけど、やっぱりなかなか難しいですよね。やっぱりこんだけいろいろ。毎回生肉入れて使ってるけどアクリルでね、そういうちょっとでもなんか嫌な感じをなくしたい。いかに食べていただくときにお客さんのストレスをなくすかみたいな。これだけでも十分うまみは出るので、豚の。タレを今から温めて準備するんで、優しいベースですね。包丁はちょっとコクがあって結構まろやかなんですよ、味わいが。焼き鳥屋さんの秘伝のタレみたいなのあるじゃないですか、継ぎ足し継ぎ足しみたいな、あんな感じなんですよ、うちも。そうすることで豚のうまみがどんどん入っていくんですよ。どんどん美味しくなる。でそこで、味多少変わってくるんで、最後調整してっていう感じですね。外国人で、僕はラボさんで釣れない。それまでは太りすぎとったのもあるんですけど、あれ100近くあったやつがやっぱとろみつけた方が煮豚とかキャベツに絡むんですよね。絡んだ方が美味しいので、知識を使ってっていう感じ。表面サクサクやけど中めっちゃ今これ仕込んでるのが天津飯のタレですね。ちょっと前までサブみたいな感じだったんですけど、なんか急に増えてきて、仕込み量は多分ね、今までの倍ぐらいになってますね。天津飯の煮豚のタレを入れてるんでね。お昼でだいたいこのちっこいのが1で大きいのが2なんで、これ2回とあれ1回ぐらい洗うかなってやつ。
灼熱。去年オープンしたばっかりな設備があんま整ってなかったんで、お昼終わったらもう絞れるみたいなシャツになる。この中に入れてタレもかけるんで、タレなくなるんで、こう水分吸い出します。はい、もう焼けてます。生徒1名さん出しますね。ちょっと熱いね。これもね、このプルプルが大事なんですね。大事。ちょっと珍しい巻き方でしょ。多分巻き方と一緒やと思う。大体ここで基本潰して巻くのが必要だと思うんですけど、この場合はこの段階で奥に寄せて、でこの壁を使ってちょっと巻くっていうやつ。こうすることで、ほぼトロトロの液体で巻いてるんですよ。固まってから巻くんじゃなくて、液体で巻いてるんで、なんで、より食感が食べるときに火の通りが半熟ぐらいになるイメージなんで、ちょっとふわふわになるんですよね。結構、ここの出し巻き難しいと巻くの。僕もだいぶ苦戦した。結構いろんなやつを見て、で一番うちの出したいだし巻きっていうか見せたいだし巻きはそっちのに合ってたんで、このやり方。で最後柔らかすぎるんで、形整えるのにちょっと端っこを固めるっていう感じですね。持ち上げるときにもう崩れそうなんですよ。オーロラソースですね。これ結構オリジナルレシピで、これは秘伝のあれなんですよ。すみません、前から失礼いたします。失礼します。ありがとうございました。認証馬と私だから前からお伝えください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。煮部カツと煮豚の定食ですね。
そうですね。なんか結構がっつりくるかなと思ったんですけど、結構あっさりあっさり食べれました。あっさりではないけどあっさりというかそうですスッと入ってくる、胃もたれしないような、そうですねはい、いや初めて来ましたね。はい、はい。いいとこ知ってると先輩に。いやいやそんなことないです。そんなことない。天津飯一択。あ、痛くはない。僕はか天津飯かあれですね。チキン南蛮のやつ食べたいです。気をつけてくださいね。油は跳ねる。カメラ用のカメラ用の小500で1名様は入ってるんで。あ、オッケー。はい。はい、どうもごちそうさまでした。皆さんおかえり。ありがとうございます。はい。画面みたいなやつ。
ます。はい、ありがとうございます。お待たせしました。二分段にかけチキン南蛮。はい。ラーメンカツ一定食。はい。ご飯のサイズどうします。大盛りで。はい、どうぞ。はい、どうも。了解しました。ありがとうございます。
これ1段階で沸きこぼしっていう段階ですね。だからグツグツわーって生の状態の肉を水から炊いて、このアクあるじゃないですか、これが臭みの元なんですよ。なのでこれを出して洗うっていう感じで。よいしょ。大丈夫ですか？大丈夫です。すみません、ほんで、今、家に送っていくまで。段階目は水も全部入れ替えて、でもう一回水から炊くんですよ。この段階で野菜入れて、入れて、で、沸騰してから一番。豚肉の臭みとかあるじゃないですか。あれを臭み取るのに、例えば香味野菜やったりとか、ニンニクとか生姜とか、その辺の野菜を2段階目の臭み取りの時に入れてます。ペーパーである程度水気取ってから、肉だけ叩きます。で形を整えてから固定して、ここから巻いていきます。やっぱり円盤にやってるのがうちのポイントではあるので、緩く結んじゃうとボロボロになっちゃうんですね。だから形がしっかり整わなくなったりするんで、結構強く縛るっていうのは一つポイントとしてあって、あとは肉ってやっぱ炊いてもやっぱ最後硬い繊維質みたいなの残るじゃないですか、あの繊維質を極力なくすようにどうするかっていうので、炊き時間長くしたりとか、あとはさっきの肉叩いたりとか、ポイントとしてはこう最後左手でこう中にグッとねじ込むんですよ。そしたら綺麗なのの字になるんで。
そうです。これ酒とみりんで、はい、煮切ってます。これが湯浅醤油ですね。水分量を調整してるんですよ。その甘みに対しての汁が多いとやっぱ味が薄くなっちゃうんで、それを今調整してます。2回目の水分量の時に水の量を測って入れて、でその上から豚肉入れてるんですよ。でそれにかさ増した状態のメモリを覚えといて、そこに回してます。でないと甘みが足らないとかあったら味が薄っぺらくなるんですよ。だったら美味しくないので、このさっきの甘みとか醤油の量もその測った量に対しての分量なんで。野菜をたっぷり。調味料だけの甘さやと一点との甘さになるんで、野菜の甘みを入れて深みを出すっていう感じ。お店の味に持っていくにはいろんな甘みを入れないといけないんで、その中でもやっぱ玉ねぎとかりんごがうちはいい味で出すんで、で入れてますね。これが言ったらベースちょっと濃いものになってるんで、こっちよりかはで豚の旨味も出てるし、でそれを足してでより旨味出してみたいな感じです。で5時間経って火止めて、そのまま粗熱取りながら翌日まで漬け込んで、朝またそれを漬け込んだやつを冷やしてさらに味染み込ませるっていう段階がめちゃめちゃあるんですよこれは多分チェーン店でできないですね。